皆さんこんにちは。ソロシニアライフです。1月3日、箱根駅伝を見た後、用事があって池袋に行きました。お正月の池袋の街の様子や混み具合はこんな感じです。今年はもう見ないと思っていた駅伝でしたが、やっぱり見ました。でも面白かったです。青学さすがですね。ドン・キホーテやってきました。店内は撮影不可のはずなので撮影はしていません。店内は混んでいたのかな。通常通りの混み具合だったとは思いますが、一蘭ラーメン縮れ麺と焼きラーメンを買いました。池袋は空いてはいませんでしたが、想像していたようなひどい混み具合ではなかったと思いました。車はもちろん少ないですが、人もね、多いですけれども、どうにもならないほどではなかったですね。ここだけちょっと道が狭くなっていてすごく混んでいましたが、紙袋をたくさん抱えた買い物客もあまり見かけなかったように思います。私自身もそうですが、そんなにたくさん買い物はしてないです。ウィンドウショッピングを楽しんでいる方の方が多かったようです。さて皆さんは福袋を買いましたか？私は初売りで売っている福袋はもう何年も買っていません。例の病気であまり外出できなかった正月にオンラインで買う福袋が本格的に導入されて以来、正月に店舗に並ぶ福袋を買う機会は激減したのではないでしょうか。それに何が入っているかわからない福袋にお金を払う価値がないと考える人たちも増えたからだと思います。今まであまり行ったことがなかったのですが、 H&M へ行きました。バーゲンで安くなっていたカーディガンを買いました。ビッグカメラのポイントがあったので買い物をしたかったのですが、いいものが見つからず買いませんでした。残念。ザラでもバーゲンセールをしていたのでくまなく見たのですが、ちょっと私には見つからなかったですね。でもすごく混んでました。皆さん結構買われてました。かなり安くなっていましたね。でも私も H&M でかなり安いものを買ったので満足です。ワンコは1月2日の夜に無事に娘の元へ帰りました。ほっとしましたが寂しくなりました。別れ際、ワンコはまるでばあちゃん世話になったなぁと言わんばかりに私に挨拶してくれました。安くて美味しいケーキ屋さんシャトレーゼを見つけました。評判通り安かったですよ。今ケーキは一つ1000円以上するものも増えてきましたから、信じられない値段です。右側がチョコレートのケーキで、名前はかわいいくまちゃん290円。左側の白いケーキはチーズモンブランという名前で360円だったと思います。本当に安いですよね。今年本当にお買い得だと思って唯一買った福袋は私の大好きな牛タンの店。お店の名前は牛タンと和牛焼き青葉のもの。その内容は福袋の金額と同額の商品券がついていて、それに特上牛タンが2袋、牛タンシチューが1袋ついていました。これは安かったです。ただし年内の予約制で2025年の販売はもうありません。最近こんな風に年始になったらもう買えない福袋が増えたように感じます。時を戻そう。ネット注文していたおせち料理が12月31日に届きました。おせちは大手スーパーのもので冷蔵で届きました。3段の重箱に入っていて、蓋を開けるとおせちがすでにセットしてあって楽ちんでした。一人の正月だけど今年はちょっと
奮発してみました。見た目も豪華で綺麗でした。味もよく、どの食品も美味しかったです。しかしボリュームという点では写真よりも1割から2割少なめな気がしたのは気のせいでしょうかね。でも昨今の物価高を考えると仕方なかったのかもしれません。いい点としては正月気分を大いに盛り上げてくれて、一人の正月なのに楽しい食事ができたこと。やっぱりね、犬と一緒だったので外出もままならない状態。ストレスはたまりやすかったんですよ。去年の正月も同様の状態でしたが、私はストレスがたまりっぱなしでした。そこで気がつきました。楽しいことを見つけておかないと被害妄想的な思考に陥りがちになってしまうことを。もちろんそんな風に考えてしまうのは私だけかもしれませんが、なので今年は楽しいこと、特に食の楽しさをいくつか準備しておきました。大晦日の宅配寿司もそうだし、このおせち料理もそうでした。良くない点としてはやはり金額の高さでしょうか。冷静に考えると本当に高いですよね。三段重は豪華でしたが、私一人には多すぎたのかもしれない。だから来年は違うお店のおせちを頼んでみたいと思います。早期注文すると 10% またはそれ以上の割引がある店舗もあるようなので、来年は活用したいです。でも高かったけど正月なんだし、ずっと出かけられなくて家にいたからその間の出費はゼロ。まあおせちがちょっと高くても許せる出費とも考えられますが、それからもう一つ、配達日にずっと家にいなければならなかったことは大変でした。なんせ犬がいるので自分で店舗に取りには行けないので、結局は朝早く来てくれたので助かったのですが、一日いる予定でした。でも来年は取りに行ける方法も何か探してみたいです。多分来年も車が借りられるはずなので、車で取りに行って5分程度車の中に犬を乗せておけば自分でも取りに行けそう。あ、そうそう。他の動画でお話ししましたが、娘夫婦が車を買いました。納車もできてすでに娘夫婦は乗っています。私もちょこっとだけ運転はさせてもらって、年末年始は家にあるので自由に使っていいよって言われたのですが、それはちょっとやめておきました。ちょっと自信がなくて、私らしくないところもありますが、慎重派でもあるので。話を戻しておせちですが、総合的に考えると高かったけど、このおせちと寿司の宅配のおかげでぼっち正月を楽しく過ごせました。去年の気持ちとは全然違いました。一人なんだから割り切って自由にダラダラできるわけだし、メリットもたくさんあるぼっち正月だと思います。昨日偶然親戚の人と話しました。今年の正月は例年とは違って子供たちとその家族が里帰りせずに夫婦2人だけの静かな正月だったそう。おせちも例年作っていたのですがほとんど作らなくて寂しい正月だったようです。なんとなくわかります。想像できます。だって私も1年前は寂しい正月だと感じていたから。でも気持ち次第なんですよね。夫婦には実家が2つあります。嫁と婿の2つの実家があります。どちらの実家に行けばもう一方の実家には誰も帰らず、夫婦だけまたは一人の正月になることも珍しくはないでしょう。もしそうなったら夫婦だけまたは一人を楽しく過ごす方法を探した方がいいかもしれません。最初は難しいかもしれないけれど、
今後はね、一人の正月を過ごす人たちが確実に増えていきますよね。徐々に慣れていくしかありません。割り切って前向きに考えることが大事かもしれない。来年の正月も私は犬と共に楽しく過ごしたい。一人正月の過ごし方は年々パワーアップして快適になってきていると感じます。2024年はたくさんの方に見ていただき、チャンネル登録者も増えて、とても充実した YouTube 生活でした。嬉しかったです。1年前の今頃はチャンネル登録者は2000人前後だったことを考えると、私には本当に奇跡のようないい年でした。2025年もいい動画が投稿できるように一生懸命努力を続けるので、引き続き見ていただけると嬉しいです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。